そこです。ついにダヴィンチリゾルブが完全に写真編集に対応しました。どうも、ケイスケです。緊急で動画を回しております。朝ね、早起きしてボクシングに行って、でその後ちょっと作業しようと思ってカフェに座ったらダヴィンチリゾルブの、発表がありまして、なんと新しいダヴィンチリゾルブ21パブリックベータが公開されまして、その中で写真編集ページが追加されました。いや、これね、革命なんですよ。ダヴィンチリゾルブって知ってる人多いと思うんですけども、これ動画編集ソフトなんですよね。でしかも無料から使える動画編集ソフトなんですけども、本当に映画の現場で使われるような動画編集ソフトで、何がいいかっていうと、やっぱカラーのところなんですよね。カラーグレーディングが他の編集ソフトと比べても圧倒的にいいというのがあって、動画編集でもかなり使われることが多くて、最近ではその写真にもダヴィンチリゾルブ使いたいよという波があり、わざわざ写真をダヴィンチリゾルブに対応できるような形にして編集する人とかもいたんですよ。でもね、今まではちょっと難点があったんですね。例えば横の写真、縦の写真が混在してると、うまく写真の比率とか変えられなかったりとか、エクスポート書き出しの時になんか写真の比率とかがごちゃごちゃになっちゃったりとか、結構そういうデメリットがあったりしたんですけども、今回写真編集ページが追加されたことによって、ダヴィンチリゾルブでの写真編集めちゃくちゃワークフロー良くなりました。でこれね、色がいいっていうだけじゃなくて革命ポイントがもう2つぐらいあって、1個は写真と動画の色を揃えられるんですよ。結構ね、これどっちもやってる人の課題だと思うんですけども、写真も動画もやってるとなんか色が合わないみたいなのがね、結構今まであったんですけども、それが簡単に合わせることができるようになりました。だってね、写真も編集できるんだもん。それすごいですよね。でプラスもう一つめちゃくちゃ僕革命だなと思ってるのが、このダヴィンチリゾルブっていうソフト無料なんですよ。エフェクトとか細かい機能を足そうとすると、ダヴィンチリゾルブスタジオっていうね、有償版を買わなきゃいけなかったりするんですけども、基本的にこう写真編集ページでいじる分には全然無料で使えます。でね、無料で使える写真編集ソフトで本格的なものって多分なかったんじゃないかな。例えば定番で言うとライトルームとかキャプチャー1とか、あとルミナーネオとかね、いろんな編集ソフトあるんですけども、全部有料です。なのにこのダヴィンチリゾルブはめちゃくちゃクオリティも高くて無料でできるということで、超革命だと思っています。で早速僕ね、アップデート通知が届いてからもうがっつり使いまして、こういうワークフローでやればいいよっていうことを分かってきたので、その辺のシェアと、あとは気をつけた方がいいポイントっていうのもあるので、その辺も含めてがっつり紹介していきたいと思います。早速いってみましょう。ケイスケの動画。はい、ということでこちらがダヴィンチリゾルブの画面ですね。いつもの見慣れた画面ではあると思うんですけども、こちらのフォトページ、これが新しく追加された部分になります。ということで早速インポートしていくんですけども、インポートのやり方としては動画素材を読み込む時と一緒ではあるんですけども、ドラッグ&ドロップするか、このねメディアストレージのところから、選んでいきます。例えば僕の場合、この前ねフィンランドに行ってきたので、このね写真たちを読み込んでいきます。で、ここにね JPEG と RAW どっちも入ってるんですけども、これねまとめてドラッグ&ドロップしちゃうとですね、はい、全部入ります。わかります？この JPEG と RAW どっちも入っちゃうんですよね。なので RAW だけ入れたいよという場合は、ちゃんとよいしょ、ここの RAW だけを選択してドラッグ&ドロップしてあげます。そうするとこのフォトページのマスターの部分に表示されます。ここに直接ドラッグ&ドロップしてもいいんですけども、ここに入って写真編集できると。でそのままクリックすると、もうこのまま写真編集ができるようになります。で写真編集のやり方なんですけども、この写真を押した状態でインスペクターですね、はい、これを押しておくといじることができます。でこれ明るさとかいろいろいじることができるんですけども、1個めちゃめちゃダヴィンチリゾルブでいいポイントが、もしローで撮影していたら、このねローのところからこのねカラースペースっていうところでログ撮影とかに変換できるんですよ。これね動画やってる人からすると結構嬉しいと思う。動画やってる人からすると、やっぱ動画素材はログ撮影できてるのに、写真はログの色じゃないから色合わせができないよみたいなあったりしたと思うんですけども、それがですねできるようになっておりますので、これもかなり嬉しいです。今回ね普通にレック709、ノーマルのねままでやってみてもいいんですけども、この状態から、このローのこの部分ありますよね、カラーテンペチャーっていうのが色温度で、ティントっていうのが色かぶりですね。エクスポージャーが明るさ、シャープネス、ごめんなさい、これ僕英語版ですね。
はい、日本語版の人はちゃんと日本語で、書いてあると思うんですけども、ここで、はい、ちゃんといじることができます。カラーブーストは、サイドみたいな感じですね。サチュレーションは結構ガッと全体上がるんですけども、カラーブーストっていうのは強い部分だけいじることができます。はい、こんな感じで細かくいじることができるんですけども、正直言うとここはあまりいじらなくて大丈夫です。後でね、その理由は説明します。で、こんな感じでいじることができて、フォトのところでもう少し細かく、ここでもね、色温度とかそういうのをいじることができるんですが、多分ですね、このローを読み込んでる場合はここの部分でいじった方がいいので、ローの場合はこっちの、ローの方でいじる。で、ローじゃない場合はここでいじるという形でやるといいと思います。はい。で、このままですね、例えば現像した写真選びます。この写真とこの写真と、例えばこの写真とか、この辺とか現像したいなっていうふうに思ったら、これをですね、このクリエイトアンアルバムっていうところにドラッグアンドロップしますというふうにすると、ここに入りまして、でこの状態でいろいろ細かくいじっていきます。これちょっとレック709から S ログにで、ここで写真をいじっていくんですが、優勝版の場合はここのね、エフェクトの欄にたくさんエフェクトがあります。なのでこれね、そのまま実はドラッグアンドロップしちゃえば、こういうエフェクトとかかけることができるんですよね。はい。あとは、結構優勝版で使いそうなところで言うと、フィルムルッククリエイター、この辺はもう一発でいい感じになるから、レック709にしてあげた方がいいな。よいしょ。はい、こんな感じで調整してあげるだけで、このね、エフェクトの部分サクッと入れていい感じの色味に仕上げることができます。これめっちゃいいですよね。で、ここから選択した写真っていうのをそのままクイックエクスポートから、JPEG とかでサイズそのままに書き出すことができるというのが一連の流れになっています。これがフォトページのサクッとした機能になっています。なんですが、このね、ダヴィンチリゾルブのすごくいいところ、ダヴィンチリゾルブいじったことある人なら分かると思うんですけども、ノードが使えるところなんですよ。ちょっとノードっていうね、特殊な話になっちゃうんですけども、レイヤーとも違う、レイヤー構造に似た形のノードっていうものがあって、それをベースに色編集ができると、もうかなりダヴィンチリゾルブ慣れてる人からすると嬉しいというか、やりやすいんですよね。で、それを適用しようという話になりますと、ちょっとね、一旦全体の色戻しまして、この状態にしてこのままカラーページに移動します。はい、そうするとなんとですね、さっきアルバムに追加された写真がここに並ぶんですよね。はい、わかります？これでもうダヴィンチリゾルブ使ってる人なら、もうあといじり方わかると思います。いつも通りカラーグレーディングしていくだけですね。僕の場合はね、もうこのパワーグレードのところにいろいろ保存してあるので、はい、もうこれピュッと入れてあげるだけでかなりいい感じの色になります。で、さっきローの部分であんまりいじんなくていいよって言ったのはここの話で、もう後でもうここでがっつりいじるんで、別にさっきのローのところでいじんなくてもいいんですよ。で、もちろんローの時点でちょっとパッと見白飛び黒つぶれしてそうだなと思ったら、そこはね調整してあげる必要があるんですけども、後でねノードの状態でかなり細かくいじることができるんで、そんなに気にしなくてもいいかなと僕は思っています。なんならフォトページの僕はローで入れる場合はもうこのフォトのね、ここは全くいじらないですね。JPEG を読み込んで写真編集する場合はここねいじると思うんですけども、ローの場合はいじんなくて大丈夫です。で、カラーのページに行って、もうそのままいつも通り編集していくだけですね。はい、もうこれでだいぶいい色じゃない？で、これノードで初めて見た人もいると思うんですけども、こういう風にレイヤーとして、ここでは明るさいじってますよ、ここではホワイトバランスいじってますよ、ここにラットを入れてますよ、ここに明るさ入れてますよみたいな感じでレイヤーのような形で重ねています。はい、で、そうすると分かりやすくて、ちょっとホワイトバランス極端だなと思ったらこれオフにするだけでホワイトバランスオフにできたりもするしって感じで、結構細かくどこの部分をどういじったかっていうのを個別にオンオフできるのがノードのすごくいいところですね。で、あとはラット、聞いたことある人も多いと思うんですけども、動画の色をつけるときに要はプリセットみたいなね、ラットっていうカラーがあるんですけども、それも自由に入れることがもちろんできますと。例えばね、僕が作ったウルルラットっていうのがあるんですけども、ウルルに旅行に行った時のラットで、それのサンライズっていうのを当ててあげると、もうこれで一発でかなりいい感じの色になります。ほら、もう良くない？これでで、これで細かく調整していくと。で、例えばホワイトバランスちょっと違うなと思ったらホワイトバランスちょっとあったかくして、はい、ティントも入れてあげようかなみたいな。で、明るさちょっと調整したいなと思ったらこんな感じで調整したりとかいうことができます。で、ダヴィンチリゾルブだとやりやすいなと思うのが、こういうマスクとかね、こういうのも楽にかけられるんですよね。例えばこの
周りの部分だけちょっとね、暗くしたいとか、いう風にした時に、こうやって逆だ、やってあげると周りの部分だけ暗くしたりとか、いうこともできるし、あとはエフェクトでね、例えばビューティーとかやってあげると人の肌の部分ね、よいしょ、こうやって綺麗にできたりするんで、こういうことも簡単にできちゃいます。このエフェクトの部分だけは有償版のみになるので、無料版だとこの辺は使えないんですけども、ラットとかその辺の基本補正っていうのは無料でも全然使えるので、ぜひね使ってみてほしいなと思います。で今個別にねクリップかけちゃったんですけども、これ全体にかけたいよって思ったら他の3つ、選んだ状態でグルーピングっていうのをしてあげますと。グルーピングしてあげるとここから、グループクリップっていうのに直接かけることができるんですよね。要は個別のクリップだけじゃなくてグループ全体にかけますよってことができるので、ここを選んであげてピュッとすると、もう一発で全部できます。あとは細かく調整ですね。クリップのところで少し明るさ欲しいなと思ったら、上げてあげるといい感じの明るさになるし、こっちの写真もですね、少しだけ明るいのでこう下げてあげたり、コントラスト下げてあげたりとかいう風に細かくいじることができます。でまたフォトページに戻ってあげると、このまま選択すればさっきのね、クイックエクスポートっていうのができるので、これで一発で4枚の写真一気に書き出すこともできます。ケイスケの動画、ここまででダヴィンチリゾルブを使った写真編集のワークフローを紹介してきました。めちゃめちゃ革命的ですよね。これさっきも言った通りエフェクト自体は有償なんですけども、無償から使える、無料から使えるっていうのがもうほんと革命でね、ワンチャンライトルームやめれるんじゃないとかちょっと頭をよぎりました。そうだ、しかもそうだ、もう一個ね言いたいところがあって、なんとこれテザーの撮影ができるんですよ。テザー撮影っていうのはパソコンとカメラをつないで、パソコンからカメラのシャッターを切ったりとか、そのままカメラの写真っていうのを取り込むことができるというものになっています。でやり方はめっちゃ簡単で、こうやってケーブルでカメラをつなぎます。カメラの電源をつけて、この USB-C のケーブルのところにプッと挿してあげます。で、そのままパソコンの方にもつなぎますと、いう風にすると、このね、カメラ側ソニーであれば、いろいろメニューが出てくるんですけども、一番下のリモート撮影ですね、これを押してあげますと。ちょっと α7-5 は出てこなかったんで ZV-E1 でやってみましょう。出てきましたね。ちょっとなんで出てこなかったんだろう。多分僕の設定がうまくいってなくて、今 α7-5 出てこなかったんですけども、このダヴィンチリゾルブの画面行くとちゃんと ZV-E1 と出てますね。これね、設定とかいろいろあるんですけども、F 値も変えることができて、こんな感じで変えることができるんで、そのままここのボタンを押してあげるとシャッターが切れます。こんな感じ。すごくない？結構早いのよ。しかもすごいよね。このままさ、こっちのカメラでシャッターを切ってもこんな感じ、すぐ出てくるんですよ。すごくない？これ。このね、テザー撮影ができるのもめちゃくちゃ神機能だなと思いました。もう超革命ですよね。ダヴィンチリゾルブで写真編集ができるようになって、僕結構動画の色編集すること多いんで、その動画の色と写真の色が合うと、しかも無料から使えると、もう神すぎて、これは今後のワークフローにもがっつり入ってきちゃうなと思っています。ただですね、ちょっとした注意ポイントが2つあります。ちょっとその辺もねご紹介しておくと、まず1つ目、対応しているローっていうのが限られています。ソニーの写真はもちろん読み込めます。で、おそらくキヤノンの写真とかも読み込めるのかな。ニコンのローも今のところ僕の方では読み込めますと。なのでこっちで確認できてる限り、ソニーとキヤノンとニコンは今のところいけそう。ちょっとカメラによるかもしれないので、ここをね対応機種全部確認できてるわけではないんですけども、僕の使ってるカメラではソニーもキヤノンもニコンも読み込むことができました。ただですね、読み込めなかったのがハッセルブラッドのカメラ読み込めなかったのと、あとルミックスのカメラも読み込めなかったんですよ。なのでちょっと富士フイルム試してないので分かんないんですけども、そういうカメラの機種で対応非対応っていうのがあるので、ルミックス使ってる人とかはちょっとめんどいかもしれない。一回 DNG っていう別のフォーマットにライトルームとかで変換すると、使えなくはないんですけども、ただね、そういうワークフローめんどくさくなるじゃないですか。結局ライトルーム経由しなきゃいけないみたいな感じになっちゃうので、ちょっと厄介かなと思います。それがね一つデメリットなのと、あともう一つは、僕普段写真編集にはライトルームクラシック使ったんですけども、 SD カードをパソコンにつないで SD カードからこうライトルームクラシックに読み込むときに同時にパソコンのローカルフォルダにコピーしてるんですよ。
もうライトルームで読み込んだ写真は自動的にローカルにコピーする設定にしてあるんですけども、そういう設定がおそらくダヴィンチリゾルブではできない、見つからないです今のところ。なのでおそらく今のダヴィンチリゾルブ21パブリックベータではできないという形になっているので、それも注意点って感じかな。そうじゃなくて、もともと SD カードから1回ローカルに自分でコピーして、それをライトルームに読み込んでますっていうワークフローの人だったらあんまり問題ないと思うんですけども、僕みたいに SD カードからライトルーム経由して直接コピーして読み込むみたいな感じにしてる人にとってはちょっとね、ダヴィンチリゾルブじゃコピーできないのが少し引っかかるなと思いました。ケイスケの動画、はい、そういうちょっとしたデメリットはあれど、やっぱダヴィンチリゾルブの色が使えると、ノードでカラーが細かくいじることができる、プラスやっぱりエフェクトが使える、これはねかなり熱いと思いました。しかも冒頭から言ってる通り無料で使えます。なのでですね、ぜひ今まで写真編集がっつりやったことないよって人は、そのねダヴィンチリゾルブに入ってるラットだけでも全然いい色できますので、ぜひねチャレンジしてみてくれると嬉しいなと思います。ということで、今日は速報でございました。ダヴィンチリゾルブ、ぜひね写真編集に使ってみてください。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。